世界のジャパンチャンネルへようこそ。技術大国と言われている日本ですが、近年その技術面で急速な成長を見せている中国。しかし成長を見せているとはいえ、日中の技術力には依然として大きな差があるようです。今回は中国メディアが取り上げた日本と中国の違いに関する話題を紹介します。スマートフォンやドライヤー、冷蔵庫にパソコンなど、あらゆる工業製品に使用されているネジは、私たちにとって極めて身近な部品だと言えます。そんなネジに関して以前、ある中国メディアが紹介した記事が海外で話題になっていました。まずはその記事の内容をご紹介します。日本のネジやナットについて、構造や原理を後から聞くと簡単に作れそうだと思ってしまう。ただそう思ったからといってそれを中国が発明できるかといえば決してそんなに甘くない。さらに驚くことに日本には緩まないネジやナットという衝撃の商品もある。その上中国のとはあまりにも大きな価格差があった。日本メーカーの緩まないネジやナットと中国で販売されている一般的なものの価格差はなんと40倍以上。ただそれだけ高い値段で売ることができるのはそれだけの価値があるからだ。私たち中国の製品も日本のように付加価値を生み出すことが非常に大切なのである。日本と中国の技術の開きがわかる例として先ほど言った緩まないネジやナットを作る日本のハードロック工業株式会社を例に取り上げてみよう。ハードロック工業のネジやナットが絶対に緩まない原理は公開されており、くさびを打ち込むのと同じ原理で凹凸型のダブルナットを使っている。シンプルな原理なので中国にも多くの模倣者が現れたもののほとんど成功していない。この理由は明白で、ハードロック工業の技術とノウハウにある。この商品が完成するまでには幾度となく改良が続けられ、会社設立からなんと20年もの年月がかかってようやく完成したという経緯が。これは執念にも似た職人気質であり、中国人が簡単に模倣できないのも納得である。また、この製品は世界一厳しいとされている NAS 米国航空規格の振動試験でも優秀な成績を出しているだけでなく、絶対に緩まないためメンテナンスが不要で安全性もある。さらに保守点検に必要な費用を大幅にカットできるのも利点で、世界中の企業から高く評価されている。世界中の乗り物を次のステージへと進めたハードロック工業のものづくりに対する姿勢は世界一だ。日本の多くの企業は同じような独自技術を持っていて、ものづくり大国として世界の国々を圧倒している。以上がある中国メディアの記事でした。高速鉄道である新幹線では約2万本ものネジやナットが使われているため、時速 250km での走行にもしそれらが外れ落下すれば大事故につながります。それを回避するための点検と締め直しには気が遠くなるような労力と費用がかかることに。ハードロック工業の若林社長が発明した絶対に緩まないネジやナットは世界の鉄道の安全走行を支え続けているのです。ちなみにハードロックの製品はこれまでにオーストラリア、イギリス、ポーランド、中国、韓国、台湾などの鉄道で使用されています。また鉄道の他にも日本では世界最長の吊り橋である明石海峡大橋や自立式電波塔として世界一の東京スカイツリーでも、まさに日本の技術者の努力の賜物と言えますね。この緩まないネジやナットをはじめとする日本の技術について、海外の人々からは様々な声が寄せられていました。
その一部をご紹介しますので、一緒に見てみましょう。海外の反応。こういう小さいものから日本と中国の技術力の差がわかるよな。やはり日本はすごい。中国は何十年もかけて研究開発もできていない。せっかく日本がすごいものを開発したのに、中国製品に使っても全くポテンシャルを発揮できないだろうな。ネジを逆に回して壊しちゃったりして。緩まないナットが作れないなら、絶対に錆びないナットを作ればいいだけだ。ナットとかネジに限らず、中国の独自技術なんて何一つ存在しないぞ。日本やドイツの匠の精神はぜひとも見習うべき。中国の服はどんなに高い服を買ってもファスナーが壊れる。日本の服はどんなに安い服を買ってもファスナーが壊れない。緩まないものを作るにはまず材質が重要。中国は材質で不合格だよ。技術をパクって開発費ゼロにしているから、その分安く売れて開発途上国のシェアだけ奪う。中国と韓国がよくやるやり口だ。このナットとネジ、3D プリンターで作れないのかね。緩まない方法はたくさんある。このナットは一種のイノベーションだな。緩まないナットを開発した後もずっと改良しているなんてすごいよね。俺なら一度作ったら慢心してあぐらをかきそうだ。これはただの広告だろ。この会社しか作れないのなら新幹線に使うだけでも生産が追いつかないだろう。日本製品不買運動。このネジは使うな。もしまた反日が盛り上がったら、愛国者たちは高速鉄道を叩き壊すのかな。社会制度の違いだ。優れたものは優れた社会制度の下から生まれる。俺たちが日本に勝てるのは価格だけだな。緩まないナットなら昔からあるだろう。自転車のペダルがそうだ。ただ精度が違うだけのこと。高速道路にしろ空母にしろ、実は全く国産ではないんだよな。知っている人は知っている。誰に何と言われようが事実は事実。中国はそもそも技術力とは何かが分かっていない。ノウハウや作り方をパクっておいて、我々が開発した国産だって言っているんだからな。中国の技術ではできないの？難易度の高い技術には見えないけど。できないよ。難易度の高すぎる技術なんだから。日本の技術は下り坂だと言ったやつ出てこい。どんなネジを作っても中国人の頭のネジには効果がないです。うまい。ネジだけでなく車輪も日本が輸出していたりするから、仮に純国産で製造したら中国で事故が頻発しているんだろうな。工業技術を語るとき、こういうネジやボルトでその国のレベルがわかるよね。ボールペンのボールさえまともにできなかったのって中国だったよな。大阪のハードロック工業さんか。技術を中国スパイに盗まれないよう気をつけてね。中国や韓国って先進国に比べてリコールが少ないのってなんでだろうな。そもそもリコールって何？とか言い出しそう。日本人の忍耐強さは中国人とは次元が違うよ。金にならないとすぐに諦め、時間がかかると逃げ出す中国人に研究開発なんて無理な話なんだ。中国独自のもので得意な分野は人件費の安さのみだよね。以上が海外の人々の反応でした。
中国の技術力では日本の相手にならないという意見が多かったですね。そんな日本と比べてまだまだ成長途中の中国ですが、製造業を飛躍させるべく中国製造2025という戦略を公表していますので、ここからご紹介していきましょう。その目標は大きく3つのステップに分けられています。ステップ1、2025年までに製造強国へ仲間入りを果たす。ステップ2、2035年までに製造強国の中位へ到達する。ステップ3、建国100周年の2049年までに製造強国のリーダー的な地位を確立するという内容。製造強国という言葉に明確な定義はないようですが、主にイノベーションや情報化などが高いレベルで行われている国、高品質かつ高効率で付加価値の高い製品を製造できる国とイメージすると分かりやすいでしょう。つまり中国はこれまでの量で圧倒する製造大国から質や技術を重視する製造強国への転換を狙っているのです。では中国はなぜ中国製造2025を推進しているのでしょうか。その理由は近年の中国が世界の工場としての地位を失いかねない状況にあるからです。中国では今まで製造業、インフラなどにおける大量の投資が経済成長に大きく貢献してきました。製造業では安い労働力や外資の積極的な導入で大規模かつ大量な生産を実現し、海外への輸出を重視するスタンスをとっています。しかし、過剰な生産能力や人件費による生産コストの上昇により、製造業の成長が鈍化していると指摘されているのです。また、イノベーションや付加価値を生み出す力では先進国に遅れをとっており、重要技術の国外依存度も高いのが現状。中国における IT 技術はネットショッピングや決済などのサービス産業では発展していますが、製造業ではまだまだ活用できていません。IT による製造業の高度化をはじめ、高い技術力やブランド力を身につけて製造強国として世界へ中国の存在をアピールしなければいけないのです。皆さんは2049年までに中国が製造業でリーダー的な存在になれていると思いますか？動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。今回のナレーションはエリがお送りいたしました。